この6桁かける5桁の問題が、60問あるんですね。60問。それで58問あれば10段なんですわ。60問計算してね、2問まではミスがあっていいですよと。それが3つミスがあったらもうダメですよと。めちゃくちゃなんです、これ。なるほど。これもね、これ30問あります。だから、10個の10個100数字があって、100の中で足したり引いたりしますからね、振り上がったりしますので、もう100回以上計算しますね。その中で1回でも間違ったらダメですね。そろばんの試験というのはね、とにかくまずはそのいかに集中するかということ、集中力ですね。それからね、やっぱり我慢、忍耐、根気、自分が10段を受かるために、1級受かるためにはね、3級受かるためには相当な訓練をトレーニングを積まないかんと、そういうプロセスが一番大事なんですね。読み上げ暗算とか、英語に読み上げたもんですね。スターティングユーズってやつね、ワンダーツーテンダッツオールとかやってるのはね、そういうのもあるんですけど、そんなんでは見落ちだった子もいます。あ、そうですか。その子なんかね、一番長い時はね、土曜日ね、9時間練習しましたよ。9時間。とにかくその諦めない、これが一番大事ですね。私自身もね、その教える場合においてね、諦めないが一番です。分かる子はすぐさっさっさって言っちゃうね。ところができない子、しかしその子にやっぱり計算力をつけてもらわないと、やっぱりいろんなことがね困るから、それもね、もう前もいかに分かってくれよと、もうこいつ疲れたよと、一日にね10を教えたらその次は8つ忘れてきてる。まあ一つで覚えてればそのうちまたあるやろということでね、こちらがやっぱり諦めずにいかにして子供に覚えてもらうか、できるようになってもらうかということですね。鉛筆の持てない子がものすごく多いんですね。正式にね、こういうこうやって持つ子やらね、こうやって持つ子やらね、こうやってもこんな子いるんですよ。あ、そうですか。言うのね、うまいな、女の子は85か6ですよ、平均年齢。今は10歳やろと。まあ70年の間こんな持ち方するのと、こんな持ち方するのと。今一生懸命真剣にやれと。そうするとピシャッと治る。数字をね、5、9、1、6、4、0、8を見るから、拾い読みするから覚えられない。この流れ、これを一つの絵みたいな形でね、パッと見ちゃうんですね。それが数感覚、数字の感覚、いろんなね、色彩感覚とかね、なんかありますよね、いろんなね、感覚。それがね、数字の感覚ですね。数感覚を養う。これ4つまではすぐ分かるんですよ、パッと見たときね。4つまでね。これ、こうなるとね、これ、1、2、これ風の分からんですよ。それを訓練で5つどころか10ぐらいまで分かっちゃう。そう。それから何といっても暗算の力がね、つきますから。そうですね。これやっぱり何といってもね、一回一回こう、叩いてるんではね、なかなか。頭の中でこう計算しながら、話しながらね、計算しながら答えを変わって言うと。そのため小学1年生ぐらいからね、始めるのが一番いいですね。やっぱり4年生、5年生になるとね、なかなかその筆算でやっちゃうんですね。そんなことありますんで、そういういろんな、まだ頭の中がまだ何も入ってない状態で、そういうやり方を覚えた方がね、10年前からね、平成16年、10年前から兵庫県のね、尼崎という市がありますね。ここにね、小泉総理の時に、特区というので、特別の区、特区というのができましてね、でその尼崎が計算特区というのを申請したんですよ。大阪、学力したでしょ。最低。尼崎もね、違うですね。兵庫県にね、36小学校があるんですけどね、その中一つだけね、モデル校しましてね、そこに1週間に1回、我々の兵庫県のね、そろばんの先生が1週間に1回授業をすると。45の授業をすると。それから週に3回、10分の朝ね、10分の計算のそろばんのミニ練習をすると。それやったんですね。1年経ったんですね。そしたらね、ガーッと上がったんです、学力が。もちろん計算力が上がります、もちろんね。ところがね、他の学科、国語とか社会とか、これも上がったんですね。それなのに、やはりその集中する力がついたんですね。国語でもね、先生の話を聞
聞かないからわからないですよね。学校に聞かずに家帰って一人でできるわけじゃないですよね。聞いてそれをね自分の頭の中で咀嚼して考えて、答えを導き出すというね、そういうのが他の教科にもね、いい影響があって、2年目にね、学校が2つに増えたんですよ。で6年後にね、市内全域です。その計算することによって集中力がつく、それを我慢する力、人の話を聞く、こういうのが身についたんですね。今もやってますね。だからね、うち来てる子なんかでもね、小学校からずっと来てね、1年に来て、だから中学校来てね、部活もやってますよ。遅くまでね。それからね、7時過ぎに来るんですよね、部活終わって、中学生なんかね。それから1時間ちょっとやるんですけどね。あるいはクラスでもね、学年でも上位、トップクラスが多いんですよ。いわゆるそのいい子。それは指導受けてね、俺はそんなもん、練習があってできるんだと。それがまあ、下の級はいいんですよね。3級、2級、1級となっていうのはいきませんわね。そうするとね、滑っちゃうね。こんなはずじゃなかったと。なんで俺が滑るんだと。あいつは俺より頭悪いんやと。なんであいつがやってなんで俺が滑るんやと。そんなことがあるね。そうともね、そこでどう出るか、もうやめたということ。よし、今度はやるぞということ。けどもう一つはね、いろんな競技大会や賢者試験行くとね、緊張します。極度の緊張ありますね。塾の中はね、いつも一緒な顔でしょ。賢者試験とか競技大会はね、県内各地が集まってきますからね、ほとんど知らん子ばっかりしてね、みんながね、うまそうに強そうに見えるんですよね。もうすぐ緊張するね、パニックなんですよね。ほとんどね、中にはね、掛け算、ようやったら技いてる子がいるんですよね。いるんです、たまに。そば行ってね、こちら教えるわけにいかんしね。学校でね、中学校でもね、校内の試験ではよかった子がね、受験するとね、極度の緊張がね、パニックなことあるんですよね。だからね、中学校でね、トップクラスですよ。ベスト10に入る子がね、滑っちゃうんですね。そんな子今まで何人もいるんですよ。やっぱりもうパニックになっちゃってね。そういうトレーニングをね、やっぱり積んでおかないと、場を踏まないと。でそろばんなんかでもね、ものすごく緊張なんですよ。よーい、決めってやってね、この緊張がね、ものすごく、いい経験だと思うんですよね。塾なんかでもね、そういうのを爆発をね、不満といかないですよね。だから負ける悔しさっていうのもね、味わっとかないと、やっぱり人間がね、打たれ強くならないですよね。そう。それがないとね、もうついにね、弱と、もうダメだと、もう全てダメとこうなっちゃうね。